こんにちは、コイル推進室の中島義弘です。今年度から始まるソーシャルイノベーションコースについて説明しましょう。最初に、このコースの目的ですけれども、皆さんに、社会課題を発見し、解決する能力。これは将来 AI が進んでいく中で、皆さんが社会で活躍していくために必要な能力であるというふうに思いますけれども、こうした能力を養っていただくということが目的になります。ソーシャルイノベーション、この言葉、皆さん初めて聞く方も多いと思うんですけれども、今ある社会的課題について、新しい商品やサービス、制度といったものを導入して解決していこう。そういう方法のことを言います。で、ソーシャルイノベーションを行うためには、まずその社会的課題の本質を発見する必要がありますし、そして解決策を創造する力、そしてその解決策を実現する力、この3つの力が必要になります。で、このコースの最もユニークなところというのは、この3つの力を養うために、海外の学生と一緒にその社会的課題の解決に取り組むというところになります。どんな社会的課題もですね、必ずそれを取り巻く環境、それは文化であったり、伝統であったり、制度であったり、もしくはそれを取り巻く人たちの価値観ですとか、人間関係ですとか、またはそこに至る経緯であったりですとか、そういったものを含みます。これを私たちはコンテキストというふうに呼んでるんですけれども、問題とそれとコンテキストというのはいつもセットになっています。で、課題の本質を発見するというのは、そうしたコンテキストを明らかにすることを含みますし、解決策の創造というのは、外からですね、新しいものを持ち込むことで、そこのコンテキストが持つ価値や優先するものなどを変化させて、新しいコンテキストを作っていくということを意味します。そして、そういった解決策を実現するためには、様々な立場や価値観を持った人たちと一緒に取り組んでいくという必要があります。自分の顔を見るためには鏡が必要ですよね。同じように、その社会的課題については、その自分自身がその課題を取り巻くコンテキストを発見するというのは非常に困難です。ですから、創造的に社会的課題を解決するためには、そのコンテキストを発見したり、創造したり、実現するために、ある種の仕組みが必要になります。ソーシャルイノベーションコースでは、そうした皆さん方が、こうしたことを行うための学びをするために、海外の学生と一緒に取り組むという方法を導入しています。で、海外の学生と一緒に社会的課題に取り組むといっても、なかなか簡単なことではないですよね。そこで私たちは、コイルという新しい方法を取り入れています。これは、インターネットを使って海外の大学の教室とつないで、向こうの大学の学生と一緒に学んでいくという授業の方法になります。それではですね、具体的なソーシャルイノベーションコースの中身につきましては、コイル推進室の布施先生、小村先生のお二人に説明してもらいましょう。こんにちは。コイル推進室特任講師の布施邦子です。ここからは私がソーシャルイノベーションコースの3つのアクションについてご案内します。ソーシャルイノベーションコースには大きく分けて3つのアクションがあります。1つ目が海外の学生と共に学ぶために必要な科目群。2つ目が国際共同演習。3つ目が SI 研修、ソーシャルイノベーション研修です。それぞれについて以下のスライドで詳しく見ていきましょう。まず1つ目のアクションは、海外の学生と共に学ぶために必要な科目群です。この科目群は大きく2つに分けることができます。1つは体系化された知識を学ぶ科目群です。皆さん自身が
海外の学生さんにとって一緒に共同学習をするパートナーとして魅力的かどうかっていうのを考えてみてください。ご自身の専門性を持つこと、それはつまり強みを持つことになります。日本人であること、日本の社会について視野を広げること、そしてそういった日本の社会についての問題意識を持つこと、さらにはその自分が考えたこと、自分が持った問題意識を、海外の学生さんたちに自分の言葉で説明する力といったものがあなたの魅力になります。その力を身につけてもらうために準備したのがこの科目群です。もう一つはスキルを習得する科目群と呼ばれるものです。自分が持った問題意識とか自分が身につけた知識を海外の共同する学生さんたちにうまく伝えるためには世界に通用するアカデミックスキルが必要です。日本語で伝えたい内容がたくさんある、こんなによく考えてるんだということを的確に誤解のないようにはっきりと伝えるためにはどう英語で表現すればいいのか。それが書き言葉、ライティングであっても、話し言葉、スピーキングであっても気をつけなければいけないことっていうのは、いくつか決まったものがあります。そういったものを、習得するための科目がこのスキルを習得する科目群ということになります。体系化された知識を学ぶ科目群とスキルを習得する科目群のそれぞれの具体的な科目についてのリストは、次のスライドでご紹介したいと思います。ここに示したのが海外の学生と共に学ぶために必要な科目群のリストです。このスライドの左側の方は、体系化された知識の科目群と呼ばれるもので、全学共通教育の中で提供されています。右側のリストはスキルの科目群です。濃い青で示してある部分は英語科目として皆さんがすでに履修されているものもあるかと思います。その他にプログレッシブライティング、プログレッシブスピーキングという2科目が解説されています。2つ目のアクションは国際共同演習です。これは SI コース修了のための必修科目となります。この演習は海外の学生と一緒に同じテーマについてそれぞれの視点から調査をし、お互いに意見交換をして学びを深めるという授業です。例えば、子どもの貧困というテーマがあるとしましょう。日本の学生さんは日本の社会の子どもの貧困について調査をするでしょうし、海外の学生さんは自分の所属する社会の中での子どもの貧困についてまず、調査をしてくれると思います。でその調査を進める中で、お互いに意見交換をして何が子どもの貧困の問題なのか、どうやったら解決するのかっていうことを、コンテキストともに、解決策を探していくということになるわけですね。もちろん日本の学生さんにとったら日本の貧困の事情っていうものを海外の学生さんに説明する力を必要とされますし、同時に同じテーマであるがゆえに、海外の学生さんの海外の事情についてもっともっと詳しく知りたい、掘り下げて聞きたいというようなアクティブリスニングの力も必要となりますし、身につけることができると思います。具体的にどんな授業かといいますと、ICT ですね、情報通信技術を駆使したですね、コイル型の演習授業ということになります。登録人数にもよるかと思いますけれども、海外のパートナー校の学生さんと、大阪市立大学の学生さんとが混成で、だいたい2名ずつぐらいの、総勢4名のぐらいのですね、少人数のグループを作ります。そして、そのグループがそれぞれに自分たちで決めた、あるいは決められたテーマについて、一緒に調査、分析、考察をしていくということになります。通常の授業ですので、開講は15回になりますけれども、だいたい中間あたりと、それから、期末のあたりですね、に、それぞれ1回ずつ、中間報告会と最終報告会という形で、テレビ会議システムを使った、同期型といいますか、リアルタイムの接続授業をしながら、そこで発表会をするということになります。直接の意見のやり取りをして、お互いにフィードバックをするというような機会を持つことができます。これが、2つ目のアクション、国際共同演習ということになります。
3つ目のアクションは SI 研修、ソーシャルイノベーション研修です。これは年3回、夏休みと春休みに約2週間にわたって実施する集中研修です。英語で考える2週間っていうふうに書いてますけれども、語学研修とは全く違って、英語を使って実際に社会問題、社会課題を解決しようと試みる、そういうソーシャルイノベーターとしての実地経験の研修というふうに考えてください。例えば具体的には2019年の夏に大阪で実施した研修のテーマの一つが大阪の防災ですね、ということがありました。実際に大阪の、行政の担当者の方からお話を聞いたりとか、防災設備のところに行って、見学会をして施設の説明をしていただいたり、あるいは、地域の代表の方から地域の防災の取り組みについてのお話を聞いたりというようなことを経て、さらに何が問題として残っているのかを自分たちで考えて、そしてその課題に対して私たちならばこういった解決策を提案しますというところのプレゼンテーションまでしていただきました。研修に関しては国内研修、米国研修ともプログラムの構成は同じです。このスライドにも挙げてあるように、事前キャンプとして約2日間かけて、インターンシップ先に関する基礎知識ですね、社会情勢、社会制度とか、経緯というものを学びます。そして、その分野について海外の学生さんと討論します。討論、国際比較をするとありますけれども、海外によっては同じテーマであっても国によって制度とか、取り組みの姿勢とか、歴史、経緯が違うわけですね。ですからどうして例えば日本で研修する場合はどうして日本はこういう制度なのっていうようなことを、質疑応答の中でですね、きちっと説明して、ここで、テーマに対して同じ、地盤を築くっていうのかな、素地を築く、その機会がこの事前キャンプだと考えてください。そして、その事前キャンプで得た知識をもとに、持ってですね、前半のインターンシップとして、現地に入って、さらに現場の方からお話を聞いて、観察をして、現状を知る、課題を探るというのを、経験していただきます。前半のインターンシップを終えた後、一旦中間キャンプという形で問題と情報の整理をする機会を持ちます。海外の学生さんたちの気づきを共有します。自分たちには見えていなかった、視点から何かを気づいているかもしれませんね。そういった、海外の方との意見交換を、海外の学生さんとの意見交換をする中で、じゃあ現状としての課題は何なのかということを自分たちなりに発見していきます。そしてさらには、じゃあその課題に対して、こうやったら解決できるんじゃないかなという仮説をここで立てていただきます。その仮説をもっていよいよインターンシップ後半ということです。自分たちが立ててきた仮説を実証するといいますか、検証するというか、そんな機会になります。そして最後には、現場のスタッフの方に自分たちが考えた、解決策ですね、課題解決を提案し、さらには、プロの方からフィードバックをいただくというようなことがあります。そういった、一連の、インターンシップを通して、それを経た後に最後、事後キャンプという形で、ソーシャルイノベーションレポートを作成していただきます。これは英語版とそれから日本語版とそれぞれが、自分の言語でレポートをまとめるというものではなくて、英語版を書く、それから日本人の学生さんは日本語で書くわけですけれども、その内容を突き合わせる、照らし合わせて、お互いに漏れのない情報に漏れがないように、質疑応答しながら内容を作り上げていくというようなレポートです。ですから、英語版も日本語版も全く同じ内容を、海外の学生さんと日本人とが総力を挙げて寄ってたかってですね、2つのレポートを作り上げる、それが事後キャンプの最終課題ということになります。ですから英語を学ぶのではなくて、たくさん英語で、コミュニケーションしなくてはいけないという意味で、かなり、日本で行う研修であっても、かなりの英語力を必要とされる、そして英語力が上がる研修だというふうに考えてもらったらいいと思います。これが、ソーシャルイノベーション研修の主な流れということになります。さて、2020年は春先から
新型コロナウイルスの感染拡大が、世界的な脅威となっています。この事態を受けて、私たち大阪市立大学のコイル通信室としてどうやって、SI 研修を実施していくかということを検討いたしました。早い段階で、3月に予定していた3月の11日から24日に予定していた、米国アンドリュース大学での渡米研修を、中止し、渡米を中止するということを決定しました。そして、オンラインで、大阪市立大学の学生さんはオンラインによる参加をしようということを決めていたんですけれども、研修開始間際になって、アメリカの方のアンドリュース大学の方でも、臨時休校が決まりました。そこで、アンドリュース大学の学生さんたちも、自宅に帰らねばならないという事態が起こりまして、ここで参加者全員が全期間を通して在宅オンラインによる、研修をするということを決めました。実際問題として、インターンシップはどうするのというようなことがあったんですけれども、それはアンドリュース大学の学生さんが、電話インタビューをするというような形で、リモートのインタビューですね、研修といいますか、そういうことをしていただく。で、日本人の学生さんは、時差を乗り越えてですね、朝に2時間ぐらい集中的にいつも接続をしながらですね、意見交換とか報告会をするというような形で、なんとか、2週間の研修を実施することができました。今年はおそらくこの形で、夏の研修もそれから来年3月の研修も、オンラインの形での実施になるんだろうということを考えて、私たちスタッフの方は、準備を進めているところです。国内研修2020年8月から9月の段階で2週間の予定をしています。これも在宅オンラインによる研修になるわけですけれども、詳細はコイル通信室のウェブサイトの方から近日決定ということで報告することができると思います。今しばらくお待ちください。こういった時期です。海外渡航がなかなか叶わない時期ですけれども、オンラインを使った形で海外の学生さんと一緒に研修する機会をぜひ利用していただきたいというふうに思っています。ここからは SI コースの履修と修了認定についてご説明します。私はコイル推進室特任講師の小村美智と申します。まず SI コースはすべての学生を対象としています。学部や学年にかかわらず、誰でもいつからでも履修することができます。また SI コースの履修にあたって特別な事前の登録手続きは必要ありません。所定の科目を履修し、要件を満たせば、事後申請でコースの修了認定を受けることができます。この点は複専攻と大きく異なる点です。そしてコース修了を目指さない人でも対象科目の一部だけを履修することもできます。例えば SI コースの必修科目であるソーシャルイノベーション入門だけを取ったり、SI 研修だけに参加したりすることも可能です。SI コースの修了認定には、ここに書かれた4つの条件をすべて満たすことが必要です。SI コースの必修科目は、講義科目のソーシャルイノベーション入門、オンラインを活用して海外のパートナー校とともに行う国際共同演習、そして国内または海外で行われる SI 研修への参加です。ただし SI 研修は前の説明にもありましたように、今年度はオンラインでの実施を予定しています。必修科目以外の選択科目はこの表を参照してください。ここに書かれた2つの科目群からそれぞれ所定の科目数を履修してください。最後によくある質問をまとめました。SI 研修で求められる英語力については、約2週間海外の学生と英語だけで学び、コミュニケーションをするため、そこをサバイバルできる実践的な英語力が必要となります。具体的な目安は、研修の募集要項が出ましたら、そちらを確認してください。
以上、今年新しく開設されるソーシャルイノベーションコースについてご説明しました。その他、質問や相談があれば、どうぞお気軽にコイル推進室までお問い合わせください。OCU コイルの公式サイトや Twitter、YouTube も公開していますので、ぜひご覧ください。皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。Why don't you join us? Thanks for listening. ご清聴ありがとうございました。